こんにちは。本日は世界が注目する日本のシンガーソングライター藤井風さんの貴重な海外インタビューの日本語翻訳版をお届けいたします。今回の舞台は韓国です。記事のタイトルは世界が注目するシンガーソングライター藤井風の国内初独占インタビュー。実は藤井風さんが韓国のメディアと対面するのは今回が初めてなんです。ご存知でしょうか？韓国では K-POP だけではなく、こうした個性的な日本の音楽アーティストにも非常に熱い支持が寄せられているんですよね。インタビューのお相手、韓国のアイズマガジンは K-POP アーティストや韓国のトレンド、カルチャーに焦点を当てた韓国初のオンラインマガジンでアーティストの深掘りインタビューや写真、音楽、ファッション、ライフスタイルなどを紹介しており、日本のファンも注目しています。特にアーティストの感性や内面、美的センスに迫るような洗練されたビジュアルとコンテンツが特徴です。今回のインタビューの中で藤井風さんが最近ハマっているというあるものについて熱く語られているんですが、それが思わず微笑んでしまうんです。また、彼の音楽哲学、人生観についても非常に深くて素敵な言葉がたくさん登場いたします。特に執着を手放すことの大切さについて語られた内容は、ぜひ皆様にも聞いていただきたいです。それでは、藤井風さんとの貴重な対談、スタートしますね。インタビュー、本編。アイズマガジン読者たちへ、簡単にご挨拶をお願いいただけますでしょうか。こんにちは、藤井風です。日本からやってきたシンガーソングライターです。最近ですね、毎日、韓国海苔をいただいているんですが、本当にこちらの海苔は美味しくて、すっかり虜になってしまいました。そうなんですか。嬉しいですね。では、ご自身の楽曲の中から特に愛着を感じていらっしゃる曲を3つ挙げていただけますか。そうですね。You, OK Goodbye, Forever Young。この3曲ですね。その3曲を選ばれた理由というのは、実は、これら3つの楽曲はアルバムプレマの最後を飾る3曲でもあるんです。聴いていると何か心の奥深いところが高まるような感覚を覚えるというか、聴くだけで心が透き通っていくような感じがするんですよ。アルバムが幸福感に満ちたエンディングを迎えるというのも、私個人として非常に気に入っているんです。ですから、もし勇気が欲しいとき、あるいはスピリチュアルなインスピレーションが必要な瞬間がありましたら、ぜひこの3曲を、そしてアルバムプレマ全体を聴いていただきたいなと思っています。皆さんのそばにいつもこのアルバムがあってくれたらいいなと願っています。韓国でのコンサートで特に印象に残っていることというと、どんなことでしょう？やっぱり、ステージでニュージーンズのディットをカバーさせていただいたことが一番心に残っているんです。もともと、この曲のことが大好きだったので、それと、韓国の観客の皆さんが本当に温かくて、思いやりに満ちていたんですよ。そういう温かい雰囲気の中でパフォーマンスできたというのが非常に素敵だったなと感じています。最近リリースされたアルバムプレマについて少し詳しく教えていただけますか？サウンドの面では、このアルバムは1970年代から2000年代までの古き良き時代の音楽に対する私の深い愛情を詰め込んだような一種のミュージックショーケースのような作品なんです。このアルバムを世に送り出す際に最も伝えたかったメッセージや感情というのはどのようなものだったのでしょうか。歌詞という観点からお話ししますと、自分自身が感じるべき感情を自分に何度も思い出させたいメッセージ、そして心を込めています。現在、特に集中されていることといえば、どのようなことでしょう。最近ご多忙なのは、どういった理由によるものですか。ここのところは、自分自身を成長させ、磨くことにかなり集中しているんです。
ちょうど高校生に戻ったような気持ちで、毎日新しいことを学びながら、日々を過ごしているんですよね。では、お子さんの頃の藤井風さんを振り返った時に、ご自身ってどんなお子さんだったとお考えですか？とても純粋で、心を大きく開いていた子供だったと思うんです。その純粋さのおかげで、周囲の方々からたくさんのことを学ぶことができたんだと感じています。キャリアのスタート時点を見ると、多くのアーティストとは異なるユニークな道を歩んでこられたように思うんですが、お父さんからの提案で、YouTube にピアノカバー動画を投稿し始めたとお聞きしています。そうですね。最初はね、少し恥ずかしかったので、学校の友達には絶対に秘密にしていたんです。でも、時間が経つにつれ、あの経験が本当に自分をより良い音楽家へと成長させてくれたんですよ。練習を続け、自分だけの音色というか、音楽的なカラーを見つけるきっかけになったんです。今では、あの時代の経験に対して心から感謝しているんです。喫煙や飲酒、そしてコーヒーをたしなまず、菜食主義を実践されていることで知られていますが、外から見ると、楽しみをあえて遠ざけているような生活に見える方もいるかもしれません。実は、執着が少なければ少ないほど、人生というのは、ずっとシンプルで、ずっと楽になっていくと思うんです。ですから、私は、どのようなものであっても、これなしには生きられないというものにならないよう、常に努力しているんです。少し地味に見えるかもしれませんが、日常生活の中で幸福感や楽しみはどこで見出していらっしゃいますか？基本的には音楽があることがまず第一ですね。それから自分の内面を観察し、理解するという修行のような時間を持つことで、心が落ち着き、自分の中心がしっかり定まるんです。人生のあらゆる瞬間を目覚めた意識で眺めていく一種のマインドフルネスのようなものでしょうか。精神修行の中で得られるものというのは本当に確かに存在しているんです。そしてその過程そのものが私にとっては最高の幸福なんです。創作にインスピレーションを与えるものというのは具体的にはどのようなものなのでしょうか。良質な音楽や映像、そして人間観察ですね。あるいは外を歩いている時に感じる瞬間というのが創作活動の大きなきっかけになります。音楽を創作される時にルーティンのようなものはありますか？実ははっきりしたルーティンというのはよくわかっていないんです。ですが自分にとって最も心地よい方法というのはより大きな存在に全てを委ねて音楽が自ら流れていくような感覚で進めることだと感じています。自分の考えを手放し、心と精神を空にするとき、その空間に何かが満ちていくというか、そういう状態が最高なんです。最近、惹かれているサウンドの方向性や音楽の傾向についてはいかがでしょう？今の自分の音楽性をどう表現されますか？最近ですね。自分の内側を見つめさせてくれるような深くて内省的でスピリチュアルな音楽にハマっているんです。プレマを準備していた時期は明るくて楽観的でエネルギーに満ちた音楽をたくさん聴いていたんですよ。その時期にはそのエネルギーが必要だったからなんです。ですが今はその反対でもう少し静かで思想的な方向へ向かっている気がするんです。ではご自身を一言で表現していただくとしたら、どのような表現になるでしょう？あ、どうですね。多分、風ですね。なぜ風という表現なのでしょうか。自分の名前、藤井風の風という字が、これ、ウィンドという意味なんですが、この言葉が自分にとても合致していると思うんです。乾いていて、落ち着いていて、どこにでも存在していて、柔らかくて、強くて、予測がつかない。ランダムで、時には少し不安定だったりもします。そういう特性が自分にぴったり合致しているような気がするんです。最後になりますが、
アイズマガジンの読者さんに自由にメッセージをいただけますでしょうか。韓国のり、好きですか？めっちゃ好きです。3番目のアルバム、好きですか？めっちゃ好きです。そして、一番大切な質問なんですが、あなた自身のことは好きですか？めっちゃ、あなたのことを好きですよ。いかがでしたでしょうか。藤井風さんの韓国メディア初出演インタビュー。執着を手放すこと、心の純粋さ、自分の内面を大切にすること、こうした言葉の一つ一つが本当に素敵でしたね。特に印象的だったのは最後のメッセージです。あなたのことは好きですかという質問に、あなたのことをとても好きですよという言葉。これ、ファンへの感謝の気持ちがぎゅっと詰まっているように感じられました。さて、藤井風さんの海外インタビュー翻訳版、次回は台湾です。実は台湾のファンに対しては、もっと詳しくアルバムプレマの制作秘話を語っているんです。これが人生最後のアルバムになるかもしれないという気持ちで作ったというお話、非常に興味深いですよね。次の動画では、その台湾インタビューをお届けいたします。ぜひ、ご覧くださいね。チャンネル登録をいただけると、次の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。また、メンバーシップもありますので、よかったらチャンネルトップのメンバーになるから覗いてみてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。